ティラドルジョンです。今回はね、こちら世界チャンピオン元クイーンウォーカーズ現在ナビの最初のね、2023年タウンホール15の世界大会ケソカップ予選スイスステージのリプレイを振り返っていきたいと思います。まだね、見てないって方はね、そちらの方もぜひ見てほしいんですが、もう月日も経っておりますので、早速ネタバレをかましていきたいと思いますが、無事にナビの方は3連勝を初日の方に決めまして、1位通過が、1位2位通過が決定しております。そちらの方ね、2日間の方僕のチャンネルでライブ配信してます。ナビのアタック見たい方は特に Day1 の方を見ていただけると、見えるかなと思いますので、ぜひね、レベルの高い日本戦かなり配信してますので、ライブの方もご覧ください。で、今回の方はね、前回になったアタックを振り返りつつ、ナビの強さとかね、そういうところを語っていこうかなと思います。先にね、ちょっとデータの方を見てほしいんですけども、ナビの方は Day2 戦ってないんですよ。初日で終わってるからね。その分、Day1 のね、各チームのデータが出ておりまして、こちら。オフェンシブチーム、なんとね、一番攻撃的だったチームっていうのが GS で 67%、15分の10前回。3試合だからね、15アタックっていうアタックでした。で、3位の方にね、ナビが入っております。15分の8前回というところで、大体半分は、真ん中がね、7と8なんで、半分と言っちゃっていいでしょう。半分が前回になっているというところで、半分前回取れれば、全体のトップ3に入れるレベルというところですよ。クラン全体で半分取れば、全体のトップ3に入るというのが現在の環境ということがわかります。さすがのナビであっても半分って、結構ね、どうなんだろう。14の環境からすると半分ってって思うかもしれないけど、現環境だと全然半分取れれば十分強いクランという形がこれでわかりますね。これだけじゃなくてですね、こちらです。はい。ディフェンシブチーム。こちらがね、結構今回、綺麗に際立ったなというところなんですけど、ナビ、15分の2前回しか食らってません。そしてね、同じく1位、2位通過決めたのがクラッシュチャンプスだったんですよ。2位も、こちら15分の2前回でクラッシュチャンプスというところで、トップ通過した2クランは、前回はね、2本しか取られてないんですよね。3試合で。3試合で2本しか取られてないってことは、1試合は1本も取られてない計算ですからね。10点に抑えてる試合が必ず1本あるというところですね。星1がなければですけど。どういったところかっていうと、シンプルに配置力、努力の部分と、いろいろね、対策でね、フレチャレとかで耐久テストだったりをたくさんやった結果とか、そういうのは当然あると思うんですけど、今の環境、防衛をおろそかにしては勝てませんよというところ。そして、ここ、トップ5。入っているこの5クランすべてが予選を勝ち上がっております。これがね、現環境非常に大事なことで、防衛から入りましょうっていうね、昔のサッカー、今もそうだと思うけど、サッカーみたいな形になってますね。ちょっとね、プレーと関係ないところも少し話してったんですが、今回ナビがね、ナビに勝てるとこないやんみたいなぐらい圧倒的ね、勝ち方を決めてたんですけど、そこの起点となってるのが、この防衛のところというところでした。攻撃の方もね、ぶっちゃけね、99% とか結構高いパーセントでのね、ミスも多かったので、上振れたらもっと高い全開率になってたのかなと思います。そしたらね、リプレイ見ていきたいんですけども、こちら、ちょっとね、これライブで見てた人ならわかると思うんですが、今回の予選を語る上でね、外せないアタックが1本あります。それがこちらですね。最終戦です。VNE スポーティングというクランとの対戦だったんですけども、このアタック、全開になったら勝ち上がりがね、決定するというアタック。逆に、これ取れなかったら、敗退。そういうレベルでのアタックでした。最初、突ビズなんですね。突ビズの方、かなり際どいところ決めていって、これライブの方でもね、言ってたようなことはちょっと省こうかな。後から言えるようなことをちょっといろいろ言っていこうかなと思うんですけど、最終的にね、これびっくりする。見てない人、初見の人はね、すんごいびっくりすると思うんですけど、これ、陸ウォーデンにしてタウンホールまで取りに行きます。これびっくりでしょ、ほら。これはね、僕もね、ライブ配信の方で見てた時に、っていう、マジって言って見てたアタック。ちょっとクランメンバーも驚くようなアタックにはなってるんじゃないかなと思うんですけど、この距離から逆サイドのタウンホールを射抜いていくようなプランを設定してます。理由としては、これタウンホールがね、実はこの区画から撃てるんですよ。このクランジョの横のダミー区画から撃てるようになってて、内側から撃てるっていうのは、配置の弱点の一つなんですけど、これだけ見て、この星にでもいいんじゃなかったっけな。わかんない。前回取んなきゃダメだったかな。ちょっと、
この辺の詳細忘れましたが、結構全開取んなきゃダメみたいな、そんな状況だった気がします。で、ここ、ウォールブレイカー失敗したんですよ。見ました今の。で、ここからもう陸ウォーデン使ってしまってるので、空でタウンホールを取るみたいなリカバリーができないんですが、ここからのリカバリーもめちゃくちゃうまかった。プラン自体もかなりね、攻撃的なプランを組んで、すごい勇気のあるプランだと思うんですけど、PS がないと成り立たないね、超強気プランニング、最終的に決めていきました。ここから、スケルトンの地元ね、フリーズとインビジブルを生かして、タウンホールの方にクイーンを誘導して、ウォーデンがね、いないんですよ、ラバルパートに。そうするとどうなるかっていうと、ラバルパートにトームが打てないということになります。基本的にね、最近のラバルはラバ1とかにして、この、駆け抜けてったラバに、ラバ2か。駆け抜けてったラバにトームをかけるみたいな感じでやるんですけど、この対空砲のケアにロケバルを使っていくような形をとって、ドラゴンライダーを最終的に延命して進めていく形ですね。ウォーデンの代わりにドラゴンライダーがね、なんか、大量のバルーンを背負って進んでいくみたいな感じ。プランニングの段階でこのマルチ IT が残ることが事前に分かっていたので、このマルチインフェルノをケアするようなところ、そしてドラゴンライダーの天敵である対空砲をロケットバルーンで落としたところ、正直ね、ホーミングとかがこの辺に固まってたらドラゴンライダーも落とされちゃうような余力しか残ってはないんですけど、確かに。そもそもそれはね、ウォールブレイカーの失敗っていうところから、ヒーローパートでね、結構厳しいリカバリーを余儀なくされたところ、これをね、拾って全開まで持ってきちゃうのはね、とんでもない PS ですね。このアタックは、この予選勝ち上がる上で、当たらざるを得ないとんでもないアタックでしたね。皆さんはね、この対戦の一番最後のアタックにこのプランをね、自信持ってできるでしょうか？思いついたとしてできるかどうか、教えてください。さあ、そして、3連勝をかけた、2勝0敗同士での頂上決戦みたいな感じでのね、3勝したクランが問答無用予選突破という、そういう対戦だったんですけど、ホッサンのアタック。これはね、PS のゴリ押しという形で表現させていただいたんですけど、これもなかなかにやばいアタックでした。スーパーアーチャー編成ですね。マルチ IT が2本もあってタウンホールのところ、これスーパーアーチャーやりたいよね、確かにっていうところ。バルーンだけちょろっとやって、ここね、トルネードとか罠とかちょいちょい出てきてるんですけど、ここを、見てこのボムターの破裂とか入って、HP えぐいことになってるんですけど、PS のゴリ押しで乗り切ります。このインビジブルと、この1マスのところまでね、クローンによってスーパーアーチャー入れてしまえば、仕事ができるよってところ。そしてこれタウンホール越しにね、裏のモノリスとかも折れちゃってるんですよね。というところ。さあもうこっからはラバルパートに当然呪文が使えないっていうところ。その分ね、オーデン温存できてるのも強いですね。さっきのアタックはウォーデンが使えなくて、こっちのアタックはウォーデンが使えるというところで、いろいろおかしなアタックですが、ここもうまいですね。ジャイアントでバネトラップを解除させつつ、このエレクトロタイタンを、相手の援軍に対してポイズンが使えないんですよね。そういうところも加味して、エレクトロタイタンをこのヒーローパートに混ぜることで、どんな援軍であっても処理ができるよねっていうところ。ぶっちゃけお祈りみたいなところもあるんですけど、ケアでエレクトロタイタンを一緒に入れることによって、ある程度安定感を増していこうというのが、このエレクトロタイタンの採用の理由です。そしてさっきもね、ちょっと話したんですけど、このラバトームっていうのがめちゃくちゃ強いから、ウォーデンをね、空で使っていく理由の、筆頭ですよね。内側の安いパーとかまでね、クイーンが触れるように入ってきてくれたのは、かなりの上振れだったっていうところ。ロイヤルチャンピオンも一緒にね、ウォーデンのトーム入りつつ能力を持って最終角へというところ、非常に強かったですね。これはもう初手の気合でトルネードをぶっ飛ばした。これが強かった。ぶっちゃけここトルネード、ね、手前のところまでケアができれば奥のところまでゴリ押してクローンで伸ばせるんですよね。それを見抜いて、もうとんでもねえ、本当にとんでもねえ、トルネがポンポンと2個ぐらいないと守れないよっていうところをね、おっさんがついたアタックでしたね。甘い対策じゃ無理ですよという、もう、どうすりゃよかったんだろうね。手前にトルネード置いたところでダメだし、ここにトルネ置くしかないんですけど、そんなところに巨爆スペースとかがね、微妙なところ、テスラが入ってしまってるけど、あるっちゃあるね。だからこういうところに引きずり込んで、はめなきゃいけなかったっていうところですかね。この辺もどうなんでしょう。トラップ見てなんかいろいろ対応できそうですが。
さあ、続けてこのアタックも良かったですね。カズマくん。ちょっとね、メンバーの中で言うと、ベルナーの方がね、前回が1本も取れず、ちょっと、今回のケソカップに関しては苦戦してるような形ですが、ガクもね、惜しかったんですよ。100% と 99%、99% というところでね、ほぼほぼ全開というアタックが2本続いて、時間切れが2本というところでね、本人結構、どうでしょうね。悔しいけど、アタック自体は99までいってれば、合ってたみたいなところなのはあるんでね。カズマくんのクイヒーホグもこれめちゃくちゃうまかったんですけど、プランニングの段階でね、どこまで見えてたのかわかんないんですが、このね、アーチャータワーを切って大砲を切るルート矯正もめちゃくちゃうまいので、ちょっとチェックしてほしいところ。ボマーインもね、面白いですね。突撃艦ではなくて防衛セットも一緒に壊しつつのボマーでの突撃エティみたいな形。はい。で、クイヒーホグって結構ホグをね、全部展開しちゃう人多いんですよ。見てても多いなっていう、僕も結構やっちゃうと思うんだけど、とりあえずホグバーって、ガーで3点出しぐらいして、もう全部いってらっしゃい、トームドッカーンとかやって、やるのがね、結構多いと思うんですけど、今回のカズマくんはね、ホグをね、少しずつ残してるんですよ。そのホグの使い方とか、細かいね、スーパーバーバリアンとかその辺のタゲの取り方とか最終盤の締めくくり方を見てみてください。ここがね、もうトッププロの技でした。タウンホールの方のね、このクイヒの誘導もめちゃくちゃうまくて、キングが落とせなかったロイヤルチャンピオン、キングが落とせなかった投石のところにロイヤルチャンピオンを指すようなリカバリーをしてます。で、ホグパート。基本的にはこういう展開があれですよね。見て手元にまだホグ10体残してる状況で、少し追いホグやりつつと、ストライカー混ぜて、ロイヤルチャンピオンが合流するのを待ってからのトーム。これはどの戦術でも基本ですが、裏のアーチャータワーにこっちもバルーンを合わせつつ、ホーミングチェックのバルーンとかに必要なくなったバルーンを裏から刺してって形だと思います。本体のね、ホグライダーたちがしっかり伸びきってくれるところを見て、裏からホグ1。で、こっちの大砲に関しては、スーパーバーバリアンを指してますね。スーパーバーバリアンってね、地味だけど強いんですよ。で、バルキリーを今回残ったところに指しつつ、まだ手元にホグが5体あって、なんだこれ。裏からスーパーバーバリアンも指して、ロイヤルチャンピオンとかがね、合流するようなタイミング、そしてここアーチャーターンにもたげられてたんですけど、フリーズ刺して、投石も一緒に固まってるので、その隙にホグライダー刺して、そうすると、この大砲とアーチャータワーというところ、外周部、スーパーバーバリアンでタゲ取って、ホグを刺して、ロイヤルチャンピオンが、これギリギリの HP なんですけど、しっかり保たれたまま、ホグライダーが前衛を張り続けて、で、アーチャータワーのタゲがね、大砲に向かってるホグで取ってるので、裏からウィザード刺して、気づいたら、バルーン、いろんなユニットがね、合流してフィニッシュというところ。これは本当に綺麗でしたね。素晴らしい。そして初戦のスペックライト戦。こちらはね、日本戦になりまして、ナビの対戦はね、すべて配信やったんですけども、高く、初戦のね、ファーストアタックというところでね、結構大事なアタックでしたが、得意のドラゴン編成ですね。クイヒードラドラ。今回はインドラ採用というところでした。クイヒーの横にね、シューターをセットするっていうのは結構いろんな戦術で、いろんな形であるよね。クイヒーラバルでもそうだし。クイヒーに限らず、なんかスーパーボーラーとかエレクトロタイタン編成においてもね、オデンとかクイヒーの横にシューターを置くみたいなね、使い方も多いですよね。今の環境結構クイヒーの、シューターがね、うまいこと使えるのが多分どの戦術においてもシューターが強いかなっていうのが、これぐらいシューターが今強い。というか、シューター自体が強いですよね、やっぱり。はい。これは結構昔からいろいろ言ってることではあるんですけど、ポイズンタワーのね、吐き出すのを待って、クイーンを回収したみたいなのが今の目的でした。で、この、結構テンプレート化できるんですよね、このアタック。タウンホールが、こういう感じでね、クイヒーで落とせる配置には、わりかし狙える戦術だと思います。で、当然ね、エアスイーパーの向きを見てあげるとか、クイヒーが逆サイドに展開したときにね、今回もイーグル砲がこういう風に外側に置いてあるというところで、刺さりやすいかどうか。タウンホール取って逆サイドの中、その次にクイヒーが繋がるかどうかっていうのもね、もちろん大事だし、真ん中はドラゴンがちゃんと入れるかどうかっていうところも大事だし、そういうところまで考えての採用だと思うんですけど、一番最初にね、
この戦術を選ぶような感じ。まあ、タウンホール14の頃からもクイヒードラドラの人って結構早めに来る傾向があったし、まあ、最後まで残った配置をこれで攻めるっていうよりは、やりやすい配置をこの戦術で攻めるっていう風に向いている戦術ですね。最後に残った配置をね、担当するような戦術は、やっぱりクラウスとか、ホスさんとかの好きなラバル系の戦術だったり、まあ、クイヒーのまた凝ったね、ベルナウとかそういうタイプのクイヒーラバルだったりとか、そういうことが多いかなっていうところなんですけども、クイヒードラドラに関しては結構形がもうテンプレート化しているので、まあ、できる配置、できない配置の差が結構激しいです。はい。まあ、前提条件としてやっぱりタウンホールが落とせるかどうかっていうところは、まあ、結構大きなポイントは、ぶっちゃけタウンホール落とせなくても形を変えればできるんですけど、まあ、楽なのがタウンホール落とせるっていうところですね。一番楽なのがタウンホール落とせるような配置。まあ、今回のも結構条件に合ってるような形ですね。まあ、ただ、リターンの呪文を使うことによって時間がやっぱりかかっちゃうんですよ。このアタックもね、実はね、2分59秒という風にね、表記が出てましたが、もう本当にジャスト3分ぴったりぐらいの全開でした。まあ、それぐらい時間管理は大事になってくるので、まあ、ある程度意識しておくといいかもしれませんが、再現性の高い戦術なので、この戦術はね、結構真似する価値ありかなと思います。切りがいいのでね、まあ5本見てこうかなと思います。ちょっとね、1人1本ずつぐらい見たかったんですけど、前回が取れてないので、ベルナウの方が。まあでもね、そうだな。あんまりね、ベルナウがね、取れてないっていうことを言うと、あれだと思うんだけど、普段は結構取ってますよ、ベルナウ。結構ね、コメントの方でもね、ベルナーが前回取れてないんじゃないか、調子悪いんじゃないかみたいなね、コメントも来てはするんですけど、2月とか2月シーズンね、確かね、なんか結構取れてない印象あるかもしんないけど、取れてないのがね、公式大会とかで結構目立つところで取れてないことが多くて、トータルで見たらね、ナビの中でも、同率2位とかだったはずですよ。前回率。それぐらい、ベルナウの名誉のためも言うんですが、ちょっとね、大事なところでちょっと取れてないこともあるかもしんないけど、結構普段は取ってます。取ってます。うん。まあ、トップほどは取れてないけど、一番下とかではないです。はい。彼のね。彼は本当にうまいですよ。さあ、そしてね、これ珍しい採用だなと思ったんですけど、インドラスケルトンですね。まあ、スケルトンは実質2枚しかないので、ほぼインドラッシュ。あ、突ビズインドラですね。うん。これはかなりびっくりしたんですけど、これ刺さってたね。で、インドラの対戦でのアタックってほとんど見ないじゃないですか。なんでいきなりインドラしたんだっていうのもあるんですけど、これ、インドのクランの方でもね、タウンホール15でインドラ使って全開取ってるところがあったりして、なんか対策やっぱりしづらいというか、してないクランが多い。インドラ対策なんてしてるところないと思うんで、そういった面で刺さると判断したので、やってったというところだと思うんですけど、多分起点はね、この突ビズだと思いますね。ホッサンのところで突ビズで合わせるのがラバルよりもこれインドラでやった方が良さそうだなと考えてインドラを指したんだと思います。まあ、結果的にはぶっ刺さりですね。このフリーズとか、このフリーズ打てないとダメなんですけど、インドラやってる人だったら。こういう判断がね、ちゃんとできるのもね、強いところと、まあ、プランの選定ですね。ユニット選び、ラバルではなく、まあ、得意のラバルよりも、インドラでいけるじゃんっていうところを、結構勇気いると思うんですよね。インドラで。普段ぶっちゃけ使わないじゃないですか、インドラなんて。まあ、耐久テストとかでね、もしかしたら触ってるのかもしれないけど、インドラでいけると思うんだっていうところを本当実行まで移すっていうのは、いけると思うんだと実行に移すのでは結構大きな違いなんですけど、実際にね、対戦で使う勇気、そこまでいけるという確信がないとね、使えないと思うのでね、まあ、各ユニットに対する理解度っていうのが、ナビの強さかなと思います。はい。まあ、というわけでね、まあ、今回はナビのケソカップの、スイスステージのね、3連勝の展開を振り返っていったわけなんですけども、まあ、まだまだは紹介してない前回たくさんありますので、ぜひね、対戦を通して見ていただきたいので、まだ見てない方はライブ配信の方をご覧ください。めちゃくちゃ面白いです。まあ、ぶっちゃけまあ紹介はしてないんですけど、前回になってないアタックもね、面白かったり、そこから学ぶアタックもね、結構、物々ね、前回になってないところから学ぶもの結構多いと思うので、そういうところもね、参考に見ていただけたらと思います。
はい、というわけでね、プレイオフのマッチングがもうすでに決まっておりまして、こんな感じです。一番、上から3番目ですね。ナビ VS チャスマック EA というわけでね、唯一勝ち上がった日本の2クランが、初戦からいきなり当たってしまうというのがね、このケソカップのプレイオフの最初になります。負けてしまうとルーザーブラケットというわけでね、ダブルイリミネーションなので2回負けたら敗退ですよっていう大会なんですが、そのうちの1敗をつけられてもう負けられない状況で、下から勝ち上がっていかないと優勝ができないというところで、初戦が非常に大事になっております。初戦だけじゃなくてね、全部大事なんですけども、マッチングからすると、ちょっと日本クラン同士がね、いきなり潰し合う形になるので、日本のファンからするとね、見たいような見たくないようなそんな感じかなと思いますが、ぜひね、来週もご覧ください。アタック以外でね、話すことも多い回だったんですけど、ぶっちゃけ僕はそういう回もね、多く撮りたいなと正直思ってるので、座学じゃないですけど。というわけでね、今回はケソカップのスイスステージの突破のお話でした。超レベル高かったです。何度も繰り返しますが、来週4月1日、2日も、ぜひね、ライブで見に来てください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。